ポータブル電源。車中泊や防災にとって果たして有効なのか。そんなものを買う金はないおっさんが積雪氷点下の夜に挑みます。一応。こんにちは。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。ポータブル電源、いわゆるポタ電、流行ってますよね。私のような車中泊系 YouTuber の動画には決まって登場すると言っていいこのポタ電。車内で焼肉焼いたり、素敵なお料理作ってみたり、寝るときには電気毛布であったかいと、もう今時の車中泊動画には切っても切れないほどの存在であると言っても過言ではないでしょうね。また、そういったレジャー仕様という用途のほか、防災用品としても有効だと考えての購入も多いのではないでしょうか。災害時の車への避難、あるいは大雪での車の立ち往生など、ポタ電があったらきっと安心だろうとお考えになって、この流行りのポタ電に熱い眼差しを向けている視聴者さんも多いのではないかと思います。しかしです皆さん、このポタ電、焼肉プレートや電気毛布が使用できる出力1500ワットクラスのものになると、その価格は軽く10万円オーバー。んなもん買えるわけがない。そこで今回は収入が低めなもの、いわゆる持たざる者にとっての暖冬と言われるあの暖房器具を用いて、雪が積もった氷点下の夜に挑みます。この日の予想気温、マイナス10度。さあ、司令官は果たして生き延びることができるのか。スタッドレス新しい。おーい、鹿だよ、鹿。引きそうになった。目的地に到着しました。なかなか湧かないのがね、難点だね。速度が 0.9 で室内が 1.7。湯たんぽでどれだけ温まるか。予想外だったのはこのカセットボンベ。実はこのカセットボンベ、気温が5度以下に下がると中身のブタンガスが気化しにくくなり、火力が弱まるとのこと。結局、湯たんぽ3個分沸かし終わるのに1時間近くかかってしまいました。そしてこの時、やっと準備が整い、さあ湯たんぽの暖房能力を探ってみようと取り掛かろうとしたところ、著しい気温低下によってカメラが動作しなくなり、撮影を諦めることに。結局5度が限界。これ以上は上がんないですね。外気温 7.4、内気温 4.4 ですね。おやすみなさい。ふて寝しました。朝になった。湯たんぽ凍ってんじゃない？あれ凍ってないわ。マイナス12度だね。寒い。すごいよ、マイナス12度。今回見事にポータブル電源なしでもマイナス12度を乗り越えることができることを証明しました。いやでもエンジン切ってね、ちゃんと寝れましたね。ちょっと途中寒いなと思った時ありますけど、やっぱ中の湯たんぽまだあったかいな。すごいな。まあこれすごいです。いいです。グッドです。今回の車中泊の工夫というかですね、いろいろやってみたいと思います。では行きましょうか。まず隔壁、こうやってね、このプチプチエアパッキングですね、こいつ安いんですよ。500円以下でぐらいで買えます。でまあフロントのね、よくサンシェードで断熱する人いますけど、そうじゃなくて、なるべくこの室内空間をちっちゃくしたい。
ということで、運転席をすでにもう隔壁として、隔壁でこう仕切るですね。ということで、空間がちっちゃくなるということです。はい。そしてリアもこのプチプチですね。これは以前もから使ってるんですけども、安いプチプチ、これもね500円以下で買えます。これで、洗濯バサミでクリップ止めしてるだけ。はい、これでかなり断熱効果抜群です。そして今回新兵器としてこのおしゃれなですね、レース柄のこのイオンのですね、結露防止、家庭用のですね結露防止、シート、これも実はプチプチなんですね。プチプチです。実はプチプチです。プチプチに、レース柄になってると。でこれ本来ですね家の窓に貼り付けなんですよ。でこれ水で貼り付けというか、ここがね特殊な構造になってて水でピタッと貼り付くんですね。なのでこうやってガラガラスがちょっと結露とかしてると結構ね簡単にくっつくんですね。これくっついてくれるんですよ。ほらくっつくからこうやってクリップがこの位置で止まると普通はもうペラーンってなっちゃって隙間っていうかここから冷気入っちゃうんですけど、これ冷気をシャットアウトする。これすごいね断熱効きましたね。最終的に室外と室内の気温差はずっとね10度を保ってたんで、結局マイナス12度まで落ちたんですけども、寝ることできました。銀のマットね、車ってやっぱ下からね冷気上がってきちゃうんで、これねお風呂マットです。車用とかだと高いんで、お風呂のね家庭用品のお風呂の冷まし止めというか運転席との隔壁もこうやって銀マットで、なので下からの、冷気は上がってこなかったですね。冷気を遮断、そうこうやってね隙間がこうやってフィルムの間隙間があって、こういうとこから冷気が入るんで、ここはクリップ止めでこうやって隙間を埋めるということでいろんなものを使ってます。なんとかマイナス12度、寝れました。はい。このポータブル電源、実は様々な問題点を抱えていることが分かりました。問題点は大きく分けて3つ。説明しましょう。1、安全性の問題。リチウムイオン電池といえば、その構造ゆえ熱暴走を起こしやすく、発火の危険性が常につきまとうもの。熱や衝撃を与えてはいけないことから、家に帰ってきたらかなり重いものなのに車から降ろさなければならない厄介な代物。ちょっとおっかないですよね。2、盗難の問題。先ほどから言っているようにポタ電はとても高額なものです。しかしその用途を考えてみると、出先では車の中に置いたままにしておくことも多くなってしまう。これ盗難被害のリスクはかなり高くなりますね。3、処分時の問題。このポタ電、重放電を繰り返し出力が下がって使えなくなった時、廃棄方法にちょっと問題がある。引き取りに応じているメーカーはごくわずかであるし、とあるメーカーの説明書には自治体に危険ごみとして出してくださいと丸投げと言ってもいいような状態。ポタ電はまだ登場間もなく、ほとんどが廃棄の段階に至っていないため、今現在は問題になってはいませんが、数年後には大問題になるのではないでしょうか。視聴者の皆さん、ここまで聞くと何か私がこのポタ電を買えないからといってケチをつけて言っているように聞こえたかもしれません。もちろん私はポタ電をただの一度も使用したことがないので、その素晴らしさを知りようがないです。ただ私が思うに、このポータブル電源は高すぎるがゆえ、我々収入が低めなおっさんは購入にあたって慎重を期する必要があるのではないかと思い、
今回こういったことを述べさせていただきました。では最後に、これまで言いたかったけれども言ってはいけない雰囲気があってどうしても言えなかったこの一言をここで言っちゃいます。軽自動車ってたったの 660cc のエンジンなんだから CO2 排出の絶対量は小さい。だから寒い時はエンジンかけて暖房を回せばいいんじゃね？今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。2月の司令官コンスコンチャンネル、もう一本やる予定です。おっさんは生き延びることができるか。